彼がいなかったら僕のダンスも良くなってなかったんで、間違いなく自分は一方的にライバルやと思ってるんで、舞台に今俺がおる。なるほど。ドキンチョーってな。オリンピック、はい。どういう関わり方をしてるの？まあでもぶっちゃけやっぱり僕の中でライバルっていうのはヨッシーですよね。もうあの人はもういろんな意味でかましまくってるんで、もうダンスとしても今の彼の取り組みとしても、ダンスとかなかったら多分一生交わることないやつなんやろうなって思うぐらい性格も違うし、全然合わへんけど、彼がいなかったら僕のダンスも良くなってなかったんで、まああいつはもう間違いなく自分は一方的にライバルやと思ってるんで。これから来るっていうやつ、ピックアップ。日本では自分のその可愛がってる先生出たらツッキーとか、今9歳になるリオンっていう10歳なんですけど、子がいたりとか、なんか本当に上げ出したらきりないですけど、ネクストたちのそのいいとこ探しをめっちゃしてるって感じですけどね。なるほど。ネクストにとって毛根に入ってよかったって思える存在のチームでいたいんで。なるほど。バトルオブザイヤーね。これですね。はい。もうバトルオブザイヤーはチャレンジ数で言うたらね、何回ですか？ジャパンよりも多いわけです。そうですね。僕だから毛根と、ヒーローズっていうチーム、2004年に優勝したけど、これがモータルコンバットは最初。モータルコンバットとしては最初です。その前に違うチームで、めっちゃかっこいい名前じゃないですか。ミーハー外人で出てるやん。出てます。何年に出た？2003年です。2003年、ミーハー外人でまず出て、そうです。で2004年にモータルコンバットで出て、優勝したと。そうです。2004、2006、2010、2017、4回、バトルオブザイヤージャパンでは優勝してると。一発目のドイツですね。僕人生初めての海外がそれやったんです。2004年。はい、17歳です。17歳。はい。まだ高校生やった。高校3年生です。むちゃくちゃテスト期間中やったんです。先生に土下座して、先生がすごいダンスを分かってくれる先生で、先生の娘さんもダンスアタックとかで出てたっていう娘さんやったら、ダンスのこと理解ある先生やったんで、ダンスアタックも出たもんな。出ましたね。もうキューブで、これですよ、これですよ、これですよ。生まれて初めての海外で、なるほど。もう海外に行くってこと自体が不安と楽しみがこう交差してる感じだったんですけど、僕らは本当にミーハー外人っていうチームで出てて、その時にリマインドがジャッジだったんです。でディライトマガジンに上げてくれたチームって赤い枠で惜しいけど、そうです、印象に残った。もうそれで僕らは一気にもう火ついて、僕がやっぱ初めて見た VHS がボティアップ、やっぱりこの大会頑張ろうってなって、モータルコンバットっていうチームになって、で1年間も一校キャットでずっと毎日練習して、本当にジャパンで優勝できて、海外行った時に、自信もあったというか、そのまだまだ海外の事情とかも分からんくて行った状態で、そうやな、初めてやしな。そうで初の海外から若干浮かれてる部分もあったんですよね。もう龍馬なんか浮かれまくってましたよね。フランス代表ポケモンやったんですけど、もうポケモンのルードルフが宿舎の練習場所でね、93周ぐらい回ったら龍馬が見て「見た今の8周ぐらい回ってたね」とかわけわからんやってこいつ目おかしなって思ってるやん、テンション上がりすぎてと思ってテンションの上がり方尋常じゃないぐらい上がってて、いざショーケース、僕板ついた瞬間に見ちゃったんですよ。ここの上にでっかいモニターがあるので、モニター見た瞬間にここのテロップ「モータルコンバット」って書いてこう見た瞬間に、もうブルブルブルって震えて頭真っ白になった。なるほどなるほど。僕一発目通算なんでやるんですけど、もうこけ散らかして見た瞬間に何を思ったかっていうと、うわこれが俺が VHS 見てた舞台に今俺がおる。なるほど。ドキンチャーってなって、なるほど。でそのままあっという間に5分6分が終わっちゃって、で結果発表ですよね。裏側でいけるとは思ってたん、それでも。いやーでも思ってましたね、思ってたからこそなんか知らないですけど、知らん間にもうセミファイナル1回戦始まっとって、始まって音が聞こえてきて、なんかそしたら横でドイツ代表が「うわカグやったぜ、上がったぜ」みたいな喜んでて、ほんなら「あれってことは俺ら上がらんかった」ってなって、なるほどなるほど。そっから原田さんが悲しそうな顔してこっち来るんですよそ
それを見た瞬間に俺ボロボロボロって涙流してね、そうやね。もうそのまま優しく抱きしめてくれたのを覚えてます。もうお父さんに抱きしめられてボロボロボロって泣いて、もう泣きすぎて記憶に全部なくなったんですね。これはマジで思い出ですね。めちゃくちゃ覚えてるよ。あの悔しい思い出があったからもうずっと今あるんやなって思いながら、地獄のようにどん底にへこんで、でその後アフターパーティー、宿舎の練習場所で、なんか知らんけどジャッジ全員座ってポケモンとかがなんか抗議して、なんでもうこう上がらんかったんや、お前らどういうジャッジしたんやっていうので、なんかディスカッション始まって、でその頃英語とかも全然分からなかったんですけど、なんでみんなこんなに俺らのことをかばってくれるんやろって思う。素晴らしいな。すごいそれまで優勝するために戦ってきたのに、その瞬間にもうなんかこの舞台もう一回戻ってきたいって思って、こんなんなんやって思って、世界のそのブレイキンシーンというか、なんか一気に全員でこうもう盛り上げようとしてる感じじゃないですけど、向こうもそれぐらい僕らのことを認めてくれて、あの時からやっぱもうこの自信がついたっていうか、なるほど。結構それはあのシーンはもう一生忘れない。僕の中で一番好きなのは2010ですね。2010。赤のリンキンパークから始まって、個人的にはまたなんかこういろいろ海外行けるきっかけになった内容やったんで、まあバトルで尋常クルーに負けたんですけど、でもやっぱベスト賞取れたのは大きかったですね。あの時僕その途中でツーサザントをやった時に、なんか MC がサラやったんですよね。でサラがなんかもう僕ハケをもこう引き止められて、お前はなんかギネス取りに行けぐらいの感じで言われたりして、そうそう。あれはどこやった？フランスやった？初フランスです。そうやね。モンペリエ。ラースマラがね、もう多分自分らでかましまくったって思ったんですよね。もうシャンパンとか開け出しとって、マジで僕らショーやる前に尋常とかも、ほんならどんどんランク抜かれて、なんかあいつらでテンショングーン下がっていってんですよ。でそのまま僕らセミファイナルやったら、まあ案の定勝ってて、バトルオブザイヤーなめてんのかと思いました。なめすぎてるな。何こいつら宴始まっとんねんって思って、すごいな。めっちゃおもろかったっすよ。フランスってこんな感じなんやと思って、出しすぎたなと思ったんですよ、そのバトルで。結構もしかしたらもう見てもらっても分かるかもしれないですけど、結構出したんですよ。なるほどなるほど。こんなら尋常戦で何も残ってないですよ。なるほど。あれはやりすぎましたね。でもやっぱりそこ勝たんと次行かれへんしな。そうなんですそうなんです。平和抜かれへんよな。そうなんです。特に1回戦ってなかなかこう上がりきらん状態で負けるのなんか一番不甲斐ないというか、なんか何も残らへん感じですね。プラスにならん感じになるんで。バトル出なかった年ですかね。僕個人としてはやっぱ出たかったんですよね。満場一致ではなかったですけど、別にチームとして大変やったとかそういうわけじゃなかったと思うんですけど、なんかあの時期はぐっとこらえて、でも僕会場には見に行ってたんですよ。もうあまりにももうその現場にはいたかったんで、で見に行って、それこそ後輩連れて見に行って、でそれをもう直接みんなに伝えて、もう一回でも立て直しするぞってぐらいの気持ちで。その時優勝したのはボディガです。もうリュウジがかましすぎて、もうリュウジオブザイヤーになったんですよ。なるほど。あれを見て、俺がこの場にいるはずやのに、俺がかわすはずやのにって言って、トーマスからの投げ、いやー、またそこからいやーって言ってガーン決めて、うわリュウジオブザイヤーだ。もうそれを上からもう見ながら、もう本当にもうハンカチ加えてましたね。もうあの時はもう自分の中で悔しいと思います。なるほどな。での2015じゃないですか。2015はいろいろありすぎたんで、もうその辺はもうはちゃめちゃでしたね。なるほど。そうだからあの辺の時代は結構モータルコンバットの歴史でもなんかいろいろ動いたというか、年やったんやなって思って。オリンピック、24パリにね、採用されて、もう思いっきり関わってるやん。そうですね。どういう関わり方をしてるの？僕自身は今は JDSF の中のブレイクダンス部っていうのがあって、そのブレイクダンス部にお願いされてる大阪のそのブレイクダンス部長として動いてはいるんですけど、その JDSF っていうのがその日本のダンススポーツ連盟で、各都道府県にその連盟部長の方がいて、
まあ、それはもう本当に社交ダンスとか、サルサとかのところなんで、そういう人たちにも僕たちがこうブレイクダンスってこういうものですよっていうふうにまあ伝えていって、ブレイクダンスとその日本ダンススポーツ連盟として盛り上げていきましょうっていうふうな今は活動をしてるっていう。で、まあ、僕自身その今のその小学校行ったりする時もやっぱりそのキーとなってくるのはやっぱオリンピックっていう言葉なんで、一般的にやっぱりオリンピックっていう言葉のでかさ選んでもらったからにはその伝えていくっていうのは僕の中の使命かなと思っていろんな子に伝えていくっていうのは今は自分の活動としてやってる部分であります。b ボーイとしてなんかいろんなラインが必要じゃないですか、いろんなところに行く、これだけっていうのもこんだけ人口ってこれだけに特化するの難しいと思うんで、挑める場所を作ったりとか、その若い子たちにそれ挑戦してみたらっていう風な後ろからケツ叩くじゃないですけど、そういう風なまあ立ち位置でやってるつもりなので、だからなんか僕はまあそれ以外のところ自分が挑戦できる場所もあるんで、ディライトがあったりとかボディがあったりとか、いろいろその挑戦できる場所はあるんで、なんかオリンピックはもう自分が子供たちを送り込む、サポートする側でもうそう思ってます。はい、もう今日はね、いろんな話聞けて、もう俺全然知らんかったボティのね、マジですか、こぼれ話とかもあったよ。その俺はやっぱりそっちには行ってない人やからさ。そうですよね、そうですよね。全然初めて聞いたから、なんかすごい逆にフレッシュだったわ。マジですか。やっぱりこう b ボーイシーンっていいなと思って、協力のもとというか、ブレイキンってもう世界的にめちゃくちゃ広がってるし、b ボーイっていうだけですごいつながれるわけやん。そういうコミュニティのなんか力強さっていうのがすごいあるから、だからブレイクがこんだけ伸びたんかなと思って、俺は俺って、俺だけうまかったよね、お前やったらね、そうはならへんやん、ブレイク好きやしお前も頑張ってるやん、一緒に頑張ろうやんみたいな、そういう精神があるから、やっぱりこのブレイクシーンっていうのは美しいかなと思う。だから未来はすごい明るいかなと思う。そうですね、本当にどんどん巻き込んでいきたいなってなりますね。言葉でユニティっていう部分があると思うんですけど、一人でやっていくのもかっこいいかもしれへんけど、やっぱりどっか寂しくなる部分はあると思うんで、本当に僕は結構そういうところは大事やなっていうのを今後みんなに伝えていきたいなっていうのは、だから僕らももうちょっとで20周年になるんで、本当にずっと続けていきたいし、まあ僕が踊れなくなってもモータルコンバットっていうクルーが続けて、ね、活動し続けてほしいなっていうのも思ってるんで、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとう。はい、ありがとうございました。どうぞ。ドミニクです。よろしくお願いします。ドミニクです。世界にもいろいろ行ったと思うけど、今までで一番印象に残ってるなんかその仕事というか、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして僕のやっているチャンネル、ロックオンチャンネルの方でも原田さんに出ていただきます。よろしくお願いします。いや。